皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回はアドレス V100 第3回っていうのかな。今回いろいろやっていきます。まず手始めにクランクケースブラケットつって、要はエンジンマウントというか、いろいろと呼び名はございますけどもね、要はエンジンとフレームをつなげるスイングガムっていう人もいるな。その部分をね、こんなのもちゃちゃっと磨いてパカッとで、めんどくさいんで錆び取るのとかめんどくさいんで、錆びの上から塗れるっていう、ホームセンターで売ってるもう完成で、黒染めにしようかと思ったもん全部ね、金属パーツ黒染めにしようかと思ったんですけども、ちょっとめんどくさいんでね、どっちがめんどくさいんだろうな。塗装でいっちゃいますね、これは。塗装に限らず、錆びを落とすにしても錆びを落とす方法っていろいろありますよね。タンクの錆び取り剤使うっていうのも一つの手だし、サンポール使うっていうのも酸でね、錆びなんか取れるんでね、それを使うっていうのも手だし、それに対する処理ですよね。黒染めやるか、あとは塗装するか、ちょっとお金かかるけどもね、メッキかけちゃうっていうのもね、錆びを止めるっていう方法の一つでもありますけどもね、一番安いのが塗装かな。楽ですしね。今回塗装をチョイスしたのはフロントフォークの、スプリング、これサス死んでたんですよね。バラしたんですけども、当然ですよね。シャフトの部分がもう錆びちゃってて、結局オイルシールから多分錆びでオイルシール傷つけちゃって抜けちゃってるんだとは思うんですけどもね、ダンパーの効果が全くない。で純正パーツ調べたんですよ。そしたら今、年々上がってるんですけど、2022年1月現在1本9000円もするという、こいつがですよ。なのでね、ちょっとね、新品入れられないのと、あと車外でビーノのフロントフォーク流用、フロントのサスペンションが流用できるってことなんですけども、長さの方が若干短くなっちゃうんですよね。でレビューとか見てると抜けが早いとかっていうことなので、結果同じになるんだったらそのまま塗装の方がいいのかなということで、今回はもうスカスカ承知でもうダメ出しツッコミ承知で塗装だけします。はい。でもね、パッと見はね、すごく綺麗になってますよ。ちなみに純正のフロントサスペンションなんですが、カラーが3種類あるのかな。グリーン、ゴールド、シルバーで、今シルバーしかないみたいです。で、スズキのアドレス V100、このフロントフォークなんですけどもね、スズキのフロントフォークってね、結構ね、ギミック満載というか、めんどくさい作りというか、ね、テレスコだったら楽なんだけど、このなんつうのかな、アンチノーズダイブがなんかお得意のようでね、こういったフロントフォーク、嫌いじゃないんですよね。嫌いじゃないんですけど、組み立てるのめんどくさいかなと。アンチノーズダイブっつったらね、初期型のガンマなんかにもね、フロントテレスコピックなんだけどもね、油圧というか、フォークオイルを使ってノーズダイブを抑えるって、そういうへんてこりんな画期的な機械ついてましたよね。フロントフォークのアウターのチューブの前方に金色の放熱フィンみたいな形のついたやつが2つポコンポコンって右と左にね、懐かしいな。久々にガンマのタミヤのプラモデルでありましたよね。作りたくなってきちゃったな。でこれがダメなんですよね、本当にね。あっちやってこっちやってって、もう全部もうやりっぱなしになっちゃってね、もう部屋中というか、最近はね、うちのサブちゃんがね、物置になってます。もうアドレス V100 のパーツ一式全部入りますね。なんていうのかな、前方に2段ベッドあるんですけど、その2段ベッドの下の段と、あとエンジンとかを持ってね、床に置いてるんですけど、フレームも置いてるんですけども、それ以外全部収まっちゃうぐらい。スクーターってこんなちっちゃくなるんだなって思いますよね。これ箱詰めして全部バラにしてプラモデルみたいなキットで売るなんてのも結構面白いかもしれないですね。説明書かなんかつけて。どうでもいい話してる間にね、結構フロントのフォークの方もだいぶばらけてきたんですけどね、このアドレス V100 ってね、ブッシュ使って打ち込みとか使ってないから、楽っちゃ楽ですよね。カラーというか、なんていうのかな、スペーサーみたいな、スペーサーでいいんだけど、スペーサーと、あとでっかいワッシャーになんていうかな、オイルシール風なサービスマニュアルではアームカバー
っていう風になってるんですけどね、このなんかグリスここ塗るんですけども、それが出ないようにこのワッシャーになんていうのかな、オイルシールのこのペラみたいなのがついてる、そういったねこの便利なパーツなんですけどね、それで挟み込んでるという。さすがにね放置期間が長かったのと、それまでにメンテされてなかったのかな。もう本当にグリス、これはリチウムグリスなのかな。そうですね、スズキのスーパーグリス A だからリチウムグリスかなんだけど、もうカラッカラですよ。でもね要は密閉されてたんで、鉄の方の錆というか腐食がなかったんでね、これはもうこのままパーツそのまま使っちゃいます。なんて安く仕上げるんで。で私はカップよりもホイールの方のワイヤーブラシの方が好きなのでね、これ結構ねポン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 飛ぶんですけども、ドリルでやってるから結構重いんですわ。というわけで、万力じゃねえな、バイスの登場。ちょっとズボラなねドラコヤジなんでね、これに挟んでね楽ちんですよ。もうあんまりこうスポンって持ってかれづらい、両手が使えるっていうのは結構便利ですよね。でもねさすがにねちょっとワイヤーブラシで削った方がサビなんかはね本当に楽なんですが、いかんせんこれ体力使うなんでね、ほんとねちょっとパーツがちょっとねフロント周り多いんで、もう結構ヘトヘトですよ。だから次回もしかしたらねほんと3で、サビを取るような形にするか、ちょっとねタンクのサビ取りのやつをねどっかにも秘密基地の方にね多分あるはずなんで、それが見つかればねちょっとタンクのサビ落としのやつで、でもね結構時間かかるんですよね。半日ぐらいかかるかな。温度もね結構冬場だと大変なんですよ。温度管理もね40度前後ぐらいで、止めとかなくちゃいけないから、ちょっと面倒くさいんですけども、ちょっとやるかどうかは次回かその次かな。ちょっと今回はねほんと手っ取り早くワイヤーブラシでやっちゃってます。やっぱ電気の力ってすごいですよね。ワイヤーブラシのおかげでねどうだろう、錆びなく油のなんていうのかな、結構ねもう硬くなったね油の汚れとかはついてたんですけども、問題ないかなっていうような、グリスちょっと入れてないんですけどもね、動きに違和感がなかったんでね、これはいけるぞと。ちなみにね電力供給は隣の、サブローさんキャラベルエア D360 のこれねソーラーついてるんですよね。100W のソーラーとバッテリーがディープサイクルの100アンペア、それ2本200アンペア乗せてるんで、電力はねほぼ無料でこの時期冬でね結構寒いんですけどもね、中はねFF 中華の FF ヒーター Amazon とかでねえらい安く2万円ぐらいで買えるやつがあるんですけどね、それをね私まだ取り付けてますんでね、中は本当休憩室にあったかいの本当に開けっぱなしだからあんまり意味ねえんだけど、どうでもいい話してる間にねバラバラになったフロントフォーク、これはねちょっと塗装一回剥がした方がいいのかなと。汚れもねすごかったんですよね。錆というよりも汚れがひどかったんで、洗うのもめんどくさいということで一回塗装を剥がしちゃいます。でこれリムーバーでね結構ね剥がれますよこれ。でもねやっぱり錆の部分はちょっと剥がれづらいのかな。なんでねちょっとやり方はちょっと考えた方がいいのかな。もう少しでこれね寒さなのかな、出がすごい悪いんだよね。で中身もねそんなに入ってないのが原因なのかもしれないけどもね、これ塗ってね30分ぐらいでね結構ねボロボロ取れますんでおすすめです。塗装もそうですけどもね、あとは、ガスケットも取れますね。ガスケットも取れるしフォースト車なんかのねカーボン紙にもねこれそのままプラグ外してプラグホールからブシューってやるだけでとりあえず応急処置というか圧縮上がりますよ。もうぜひお試しくだされ。じゃーん、元がわかんねえんだよなこれ。ショック。愚痴をこぼしてるわけじゃないんですけどね、また動画撮り忘れちゃいました。この目の前に50円玉みたいなやつ、これあれなんですけどね、リンクカバーアームカバー、いろんなもうねサービスマニュアルでもねいろんな呼び方なんですよね。これアームカバーだったり、リンクカバーだったり、そのカバーですよ。
それをね削る動画を撮り忘れたという、それで投げてる。鈴木さんどっちか統一してください。あ、統一できないのかこれ。パーツにつけるのによって名前変わるのか。まあいいか。初めに言っておきます。これ綺麗に見せるために塗るんじゃなくて錆止めが目的なんで、雑な塗り方ちょっとご了承ください。可動部分はそんなに塗料が入らないのと、そこまで厚くは塗らないので、大丈夫でしょうということで、グリス入れるから問題ないとは思うんですけどね。もう塞がずにマスキングしてからなんていうもうめんどくさいことしないで、もうダイレクト吹き付けしております。さすがですねズボラ。そうよなんでいいんだって本当にね。また動画の撮り忘れ。フロントフォークもう塗っちゃいました。これはね今までパーツはねツヤ消しで塗ってたんですけど、これツヤありの方で一度塗りの割にはね結構テカテカ綺麗に乾くとねそうでもない、結構ねデコボコがね出てきちゃう。やっぱり塗膜が薄いせいか、そんなに厚く塗らなくてもいいのかなということでね。今ちょこっと映ったのがねリアサスペンション。これはねバネとねダンパの部分をもう外しちゃった後の動画しかなかったんで、それは後ほど入れるかな、入れれないかもしれない。で今フロントのサスペンションの方なんですけども、もうサビ取りもう疲れちゃう本当に。でこうやって横着してね、これ結構早いです。1本できた。でもねこれ15分ぐらいかかります。でお次はサスペンションの解体いきます。でスプリングコンプレッサー、車のしか私持ってなくてね、サイズがねちょっとあまりにも爪引っ掛けたところからねへこまないという。なので、これベアリングプーラー、いわゆる通称ギロチンってやつですよね。これを足延長させて長い状態にするとなんとか外れるんですよ。本来の使い方からかなり逸脱はしてますが、逆向きにプーラーの要はベアリング引っ掛ける部分を逆向きにするとなんとか、スプリングの方引っかかるんで、これで、締め込んでいきます。このやり方でねフロント2本とリア1本と両方ともできたんでね、お試しあれ。でこのなんていうのかな、頭の部分これ傷つけるというか、センターポンチで打つというかしないとこれずっこけるんで、これはちょっともう傷つけるのを覚悟でというか傷つけておいた方が簡単に取れます。で何でもそうなんですけども、ちっちゃいのはやりづらいとにかくやりづらい。で前々回ぐらいからずっとスパナが見当たらないんですよね、スパナのセットが。なのでね巨大なモンキーそれを使ってもうほんとそれしかないの本当に。で巨大なモンキーレンチをね使ってね、あれね 250mm かな、結構ねでかい口開くんですよね。そのモンキーレンチを使って外すという、それなんか薄口のねスパナがあればねこれねそこまでねこう締め込まなくてもできるんですけどね、もうどこ行ったんだろう。余計にね締め込まなくちゃいけないからね、ちょっとねもう締め込んでいくとねこれずれてねずっこける。で1回ずっこけたんだけど2回でこれできたかな。結構ゆっくりやればできますよ。こんな感じで締め込んでいくと結構ねテンションかかるんだけど、そのうちにねスパナがほんと薄口のスパナが入るぐらいね開くんですよ。本来ねこの程度でいいんだけど薄口でねやれば、薄口とねあと細い棒ドライバーでも6角使ったのかな私は。でここまで広げないとこのデカモンキーが入らないんでね、でモンキーで引っ掛けてこの要は、サスペンション止めるネジ穴を使ってドライバーでやってるわドライバーで緩めます。結構ねあんまり力使わなくてもこれは緩みますね。本来ねここまでやる必要も
まあ暇だったからね、っていうかこれね錆でひどいしね、新品高いしねそもそもなんですけどもね、シャフトも交換できて、このオイルシールとかも交換できて、オイルがもう入れられればやってもいいとは思うんだけども、これバラすの多分無理ですよ。切らないと開かないはずなんですよね。で開いたところでアフターパーツパーツがないんですよ。なのでなんとかすりゃどっかから手に入るのかもしれないけども、まず、一般の人は不可能だとは思いますね、その部品を調達するのが。なので色塗るとかその程度でもしやるんだったらご参考になればとは思うんですけども、これやったからっつってサスペンションが生き返るってわけではないんでね、参考程度にしてください。でもね、車外でもね2本でね5、6千するのかな、5、6千円するからね、ちょっと見た目良くするだけなんでね、あんまり参考にしないというかね、こんなことやってもねただただ使えるだけなんで、良い子の皆さんは新品の、サスペンションに交換しましょう。もうこれが正解だと思います。これがというか新品に変えるのが正解だと思いますんで。はい、というわけでそうこうしてる間にバラせました。でこのブッシュがね、なんつうのかな、広がってんのかなんなのかね、このプラスチックのね、なんつうのかな、カラーというか、これがね外れないんですよね。なんでこのダンパーの部分の塗装は断念し、ダンパーの部分のなんつうのかな、スプリングがかぶさる部分っていうのかな、内側というかね、その部分はちょっと塗装するのをやめて、頭の部分だけ錆びなきゃいいんです。錆びないように塗るだけなんでね、これはダンパーの部分は。スプリングはやっぱこう綺麗に見せた方がいいかなっつって、で綺麗に削って、塗装します。で見える部分なんでね、見える部分ぐらいはということで密着ロンなんつうの、よくひっつく密着ロンを使ってね、一回ひっつきをよくして、それから塗装していきます。これは足の部分とシャフトの部分だけなんですけどね。足の部分はね黒に塗って、このサスペンションのスプリングの部分、これはねゴールドゴールド塗っていきます。なんていうのかな、性格地味なんだけどね、こうさて、アホな会話はさておき。で、密着ロンなんですが、密着ロンはね、かなり薄く含んでね、ただでさえね、結構早く、次の上塗りができるんだけど、便利ですよね。ほんとね、気温で言ってね、この日はね、6度、7度、8度ぐらいかな、そのぐらいの寒い日だったんですけどね、色がしっかり乗るのかどうなのかってちょっとね心配だったんですけども、綺麗に乗ってくれましたよね。でもね、缶スプレーの圧が低くなっちゃってるのかな、ちょっとね霧状にうまくならないというかね、そういったアクシデントがあり、爆発覚悟でちょっとストーブの前の方に、ストーブというかヒーターのちょっと近くに寄せて、爆発しない程度に温めたんですけどね、それでなんとか吹けるようになりました。皆さんはストーブの前になんか置かないで、ぬるま湯がいいかな。ぬるま湯だって、ぬるま湯40度ぐらいのなんつうかな、給湯器から出てくる温度、あれぐらい、出てくる温度設定によって変わるか、40度ぐらいがいいのかななんて。ちょっとね、私の場合外なんでね、で熱源がFF ヒーターしかなかったんでね、でそういった温め方したんですけど、自宅でこうやられる方はね、お湯につけた方が、この今の寒い時期はあんま塗らない方がいいですね。塗るんだったら本当に缶は温めた方が結構いい色が出るというか、いい霧状になります。はい、というわけでゴールド、これ2本3本目の途中でね電源が入ってないことに気づいてね、もうほぼほぼ塗り終わったんだけど、一応もうなんかこう
塗ってるぞ感をアピールすべく、重ね塗り3度目みたいな感じでねっていう動画です。すみません。はい、というわけで遅めのお昼を撮ったんでね、結構1時間ぐらい、乾燥させられたんじゃないのかなと。これ乾燥はもちろんまたヒーターのこの風が吹く中にポツンと置いて、だから結構早く、乾燥はできたのかな。で組み込みはもうこの、組み付けは逆の手順ですよね。でやっていきます。でせっかくね渡しながら割れながら、雑に塗った割には綺麗に塗れたね金色が傷つかないようにって一応タオルを巻いて、で塗装面がギチョンギチョンにならないようにね、しながらちょっとこれでもう一回こう締め付けて、で足をというかネジつける部分ですよね。取り付ける部分を取り付けていきます。取り付ける部分を取り付けてくる、もうこの動画の序盤から散々言ってますけどもね、これは本当にねあんまりおすすめはしないです。本当にね、ただ労力の無駄というかね、やっぱり乗り心地を重視するんだったら現時点9000円かける2本1万8000円プラス消費税かけてでもやっぱり、ダンパの抜けてない、ショックアブソーバーを取り付けすることを強くお勧めいたします。もっともカスタマイズ目的で、塗装目的でやるんだったらね、かなりねこう目立ちますよね。サスペンションがカラー変更してるとね、なんだっていう風にみんな見るんでね、実はノーマルサスペンションですみたいなね、そういった意味ではね目立ちます。なんだよ結局目立ちたがり屋なんじゃなって言われちゃったらそれまでなんですけどね。それはさておき、おおむねこれでバラシ塗装組み立て1本完成しました。実は、リアサスペンションを実は先にやっちゃってるんですけどね、もう残念動画撮れてなかったんでね。でこれ実は2本目なんですが、無事2本目完成。あともう1本残ってるんですが、同じ作業なんでね、その辺の動画の方は、省略させていただきます。というわけで無事3本とも交換ができたわけなんですが、前半にも、紹介させていただきましたが、これベアリングプーラー実は使ってましてね、その本来の使い方、本来はねこれ延長させるときはなんていうのかな、シャフトの長いものに組まれてるベアリング抜くときに確かに使うんですけども、基本的にはだいたい延長させないで使うんでね、ちょっとその形をちょっと今から、作っていくところをお見せします。でこのタイプっていうのはよく見るのが内掛け式だとか外掛け式だとか、そういったベアリングプーラーとはちょっと別に、セパレーターっていうこのベアリングレースプーラー、このベアリングレースプーラーにこのなんていうかな、エッジ型ホルダーというか、ホルダーを返してセンターボルトで押していくという、そういった形のベアリングプーラーなんですよね。ちょっとセンターボルトで押すっていうのとね、このギロチンで挟み込むっていうのがねちょっと都合が良かったんで、このセパレーターというか、ベアリングレースプーラー逆向きにつけてんですよね。本来だったらテンションのかかるところを逆に向けてるんだけど、素材的には裏表逆でも大丈夫だろうということで、本来の使い方がこんなような形で、こんな感じでセンターじゃないやプーラーボルト立ててエッジ型ホルダー入れて、このセンターボルトを押していくという。さていかがだったでしょうか。今回はねバラして塗装とここまでになってしまいます。ちょっとね時間がかかりすぎますわ。フロントがねちょっと複雑なもんでね、というわけでねここまでなんですが、それの予習としてねちょっとサービスマニュアルの方を読みながら、どうやってやったらいいのかなと勉強しながらのこれからの作業になってまいります。完成までいつになることやらですが、最後までお付き合いいただければと思っております。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ドラコエジでした。